んにちは。今日は、福岡県の大堀公園の日本庭園に来ました。日本庭園好きの自称、庭女子の私が、素人なりに、ここのお庭の鑑賞ポイントをお話しさせていただきます。まず、門と塀です。有料の日本庭園と無料の公園を分けるために、門や塀があります。しかし、このような見た目の門や瓦塀にすることで、中に日本的な何かがあることを匂わせています。塀の高さも、ちょうど中が見えない高さですし、中を見たいという気持ちにさせます。次に、都会の真ん中にある庭園なのに、外の音が庭園内に入ってこないのは、背が高く、葉が一年中よく生い茂る木を植栽して、音をガードしているからです。ちなみに、植栽とは、木や植物を植え込むことです。そして、構造的にどんな庭園なのかというと、基本日本庭園は、池がある庭か、枯山水か、茶室の庭かの3種類なんですが、ここは3つともあるので、全部森の庭園と言えます。今はコロナで茶室の庭は覗くことしかできませんので、今日は池の周りと枯山水を鑑賞していきます。枯山水とは水を使わず水を表現した庭のことです。ここの枯山水は川のように細長い形になっていて、まるで川辺を歩いているかのようです。日本庭園が美しいと感じさせられる理由には3つあって、曲線であること、静寂であること、手入れが不可欠であることなんですが、この枯山水の曲線を見ていただくとわかる通り、曲線によって雰囲気が柔らかくなります。川もまっすぐという川は少なくて、右に行ったり、左に行ったりが普通なので、やはり、これは、川に見立ててデザインされているのだとわかります。くねくねした川のことは曲水と呼ばれます。この枯山水の途中にある水の川をたどっていくと池に出ます。日本庭園の池にはよく3つの島が作られます。これらの島は極楽浄土の世界を表現するものです。池や川に必要なのは橋なんですが、橋はただあちらに渡りやすいようにかけているだけではなく、あちらの世界とこちらの世界を分ける結界を意味しています。橋は石か木のどちらかでできていることが多いです。庭の全体図が分かったところで、石や樹木、特に松などを鑑賞していきます。まず、松なんですが、幹が上に向けてまっすぐ伸びているものを直幹と言います。直幹が普通っぽいんですけど、庭の松をいろいろ見ていると、いろんな木があるのがわかります。まっすぐな幹を見ていると、人間の人生と同じで、まっすぐな道を進むためには、意志の力が必要という哲学的なものを感じさせられます。こういう松は、強風に煽られても懸命に立とうとするため、このような形になります。吹き流しとか、着幹と呼ばれます。根が地表から出ているので、根上がりであるとも言えます。こういう松は、ほうき立ちと言います。種の幹がどれだかわからないくらい、放射線状に枝分かれしています。こういう松は、石突きと言います。そのままなんですが、石に根が張っているものを指します。次に、石なんですが、石をアレンジメントすることを岩組と言います。ここの庭園は、ナチュラルに石が配置されてあります。そして、不自然に置かれた石であっても、顔つきが優しいので、うまく風景に溶け込めています。どの石も優しげに感じられますね。石ってゴツゴツしているので、
特に建てたりすると、威厳や威圧感が出るものなのですが、ここは、そういった強い雰囲気は見られないと思いました。それから、日本庭園になくてはならない灯籠ですが、江戸時代以降は、ただのお飾りで置いてあるだけみたいなんですが、元は、照明としてちゃんと活用していたようです。他にも、見どころはたくさんありますが、今日は、この辺でおしまいにします。ここは、本当に素晴らしい庭園です。作庭された方は、足立美術館を作られた中根金作さんだそうです。アメリカに、日本庭園の雑誌、ザ・ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニングがあるのですが、その雑誌が、18年連続で、足立美術館の庭を、最も美しい日本庭園に選んでいます。そんな足立美術館を作庭された方が作った庭ですから、必見間違いなしですね。今日お話ししたうんちくは、まだまだ少しだけですので、これからいろいろな庭園に行って、もっと解説していけたらなと思っています。今日この庭園に来て、汚れた自分を浄化できた気がします。春夏秋冬通って季節の移り変わりを楽しんでいきたいと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録といいねボタンもお願いします。それでは、また次回。